どうもこんにちは。はい猫です。今回なんですが、車を買っちゃいました。普段は引きこもって創作活動やたまに変な動画を投稿しています。ですが、引きこもり生活も長引くといろんなことに起きてしまい、目的がなくなると、とにかくしらすぎて死んじゃいます。人混み嫌いなんで、電車絶対嫌なんですが、移動の足があれば、外の世界に面白いことがあるかもということで、新しい暇つぶしを探しに行きます。ってことで、はい、レッツゴー。はじめは新しい暇つぶしだったので、予算20万ぐらいの激安中古車を考えてました。だけど、人間は欲深いもので、たまに外に出かけるときに見かけるミニで並んでる車を見てると、物欲センサーが働いちゃったんですね。ミニはクラシカルで丸めの可愛いライトが特徴。はい、そこの君。丸めでいいんだらミラジーノでいいじゃない。違うんです。ジーノじゃダメなんです。かっこなんとなく。丸いセンターメーターがいいんです。配信中に探していたら、足でいいならプロボックスでいいじゃないとか、むちゃくちゃ言われましたが、無視。ネットで探すと、4、50万ぐらいからあったので、それにしようと思ったのですが、いろいろ探して調べているうちに変な知恵がついて、輸入車はすぐ壊れるわ、部品代は高いわ、とにかく修理費用が高い。ミニにもいろいろ種類があって、クラシックで、これぞミニって感じのドーバーミニ、BMW に買収された初代のミニ、2000年代初期に販売と、2000年代後期から10年代の2世代目ミニだけど、もはやミニなサイズでもない3世代目。修理や部品の在庫を考えると、今から R 型に手を出すのは、輸入車初心者には敷居が高いかなって思ったので、屋根落ちの F 型に絞りました。F 型といえば、このユニオンジャックテールランプ。F 型は全部あるんだと思って、よく調べずに買ってしまったのが、不幸の始まりなのでした。それで到着したのがこちらの車。ミニに詳しい方はこれ見てもらえれば、おかしなところに気づくんじゃないかなと思うんですけど、これ、実は3世代目の中でも初期型なんですよね。3世代目と言っても、テールランプがユニオンジャックになったのは F 型の LCI、要はマイナーチェンジからのミニになってます。その前のミニはテールランプが丸っこいやつなんですね。そこでユニオンジャックじゃなかったこのミニを悔しいから改造していきたいと思います。それで、ミニのライトは、実はこれ、交換するだけでは使えなくて、コーディングっていうコンピューターをいじって設定しないといけないんですよ。もちろんそれを見せるためと、交換費用、部品費用、プラスコーディング費用っていうことで、多額の金額を取られてしまうんですが、実はこれ、中国にパーツがあって、F 型のみならず、R 型までユニオンジャックテールランプ売ってまして、コーディングなしで取り替えるだけで使えるっていう優れもので、そちらを買うことにしました。もちろんね、純正もいいんですけど、純正は高いですし、いろいろやらなきゃいけないっていうことで、今回はこちらの中国製を買いたいと思います。アリエクスプレスに行くと、これと似たようなテールランプいっぱい売ってるんですけど、だいたい1種類か、もしくは多くて3種類ぐらいあって、いろんなところから売ってるんですけど、だいたい同じです。金額もそれぞれあるんですけど、金額プラス送料で安いところを選べばいいんじゃないでしょうか。これ、アリエクスプレス使い始めて知ったんですけど、送料無料って点お得なんですけど、全然これ荷物来ないので、1週間とか、半月以内に欲しい人は、送料のオプションつけてやってもらうのが一番いいです。で、実際届いたのがこちらになるんですが、純正ではないので、作りは雑な部分もあります。隙間とか、鼻水入ったりすると怖いので、コルツのコーキーネ材っていうのを使って穴を埋めています。緑色の線は、これはシーケンシャルフライトの線で、緑色の線が一線になってると流れるようなウインカーになって、あれを切ると流れなくなります。見てもらうとわかる通り、コーキング剤入れてるのもあると思うんですが、隙間が目立つんです
ですよね。接合部のところから何かはみ出たりとかしてたりするので、この辺はしっかりシーリングした方がいいんじゃないかなとは思います。車検は通るかちょっとわからないので、純正部品は減らずに取っておくのはいいかもです。早速中のおじさんに交代してもらって取り付けしていこうと思います。ライトはプラスチックのカバーがついていて、カバーを外すと内側に星型のネジが3箇所ついています。これトルクスっていうらしいんですけど、印のネジとは違うので、トルクスドライバーを持っていなかったので、こちらのドライバーを Amazon で買いました。3箇所ネジで止まってるだけなので、ネジを外せば簡単に外せます。裏のケーブルはトランクの側面にあるサービスホールみたいなところを開けてもらって、蓋がしてあるので、内張り剥がしみたいなやつで外しました。こちらの内張り剥がしも持っていなかったので、Amazon で怪しい激安商品を買ってみました。カバーは爪で固定されているので、内張り剥がしなんかで剥がしていくのですが、一応車体に傷がつかないように、周りをマスキングテープで養生してタオルなんかで当て布当てて外していきます。この日も猛暑日で、前日は右側のライト、で、この日は左側のライト、一個ずつ取り付けてました。正直やらない方が良かったってちょっと後悔してるんですけど、引きこもりで日光に弱いので体調に気をつけながら作業してます。カバーの部分は結構硬いので外すの難しかったです。もしかしたら爪を折っちゃうかもしれないんですけど、購入したテールランプについてるカバーの裏見ると爪の場所がわかるので、それを参考にするといいかもです。カバーを外したらトルクスネジが3箇所あるので、ネジをドライバーで外します。念のため一番上のネジは全部外すと落下するかもしれないので、少し締めておくといいかもです。多分落ちないと思いますけどね、テールランプはぐらぐら浮かすと取れます。それって外れたら購入したライトを同じようにつけてもらってネジを3箇所止めていきます。一応穴を合わせて止めておかないと後からカバーがつかなくなっちゃうので、そこだけ気をつけて取り付けてください。なんか上の部分が全然つかなかったので、上のネジを気持ち緩めておきました。そしたらカバーがくっつきました。取り付けができたので、早速動作確認をしていきましょう。まずはブレーキ。ターンライト。ターンレフト。シーケンシャルライトを切った状態。リバース。ライトの点灯は問題なさそうです。レニアジャックは常に点灯しています。今回購入した部品は、テールランプが27,845円、送料は無料。純正を使うと、左右合わせて65,000円程度、コーディング費用もかかります。さらに、工具なども購入し、ホルツの隙間シール剤のクリアが800円、トルクスドライバーセットが1420円、内張り剥がしセットが1780円、マスキングテープ5、6個入ってるやつが554円、計32,390円の出費でした。購入した部品は概要欄に載せておきます。アソシートリンクなので、私に遅延も入れたくない方は名前で検索してください。ルースやプリショーなどの収益は基本的には寄付活動や動画のネタの物品購入に当てております。今回の交換難易度はオイル交換より簡単なので、お安く簡単に見た目を変えることができました。猛暑でなかなか作業できませんが、実は部品他にも購入しております。不定期の更新にはなりますが、よかったら高評価、サブスクライブなどよろしくお願いします。ではまたねー。